アジア人が何を偉そうに黙って聞いてろよ。アメリカの名門大学で一人の日本人留学生が教室の隅で震えていた。しかし、その震えは恐怖からではない。これから起こる完璧な逆転劇への興奮を必死に抑えているのだ。なぜ彼女は3ヶ月間、毎日のように浴びせられる差別的なヤジに一言も反論しなかったのか。なぜ彼女はコーラをかけられても内心は笑顔だったのか。それは彼女には誰にも知られていない秘密の準備があったから。そしてその準備は間もなく教室全体を静寂に包むことになる。結末を見届ける前にチャンネル登録をお願いします。ここはアメリカ、ハーバード大学のビジネススクール。世界中から集まったエリートたちが激しい議論を戦わせる教室で、息を潜める一人の日本人女子がいた。田中さくら、23歳。日本の地方大学から交換留学生として来たばかりの大学院生だった。わずか3ヶ月前は憧れのハーバードに到着して希望に胸を躍らせていた。新しい環境、世界レベルの議論、きっと素晴らしい学びがあるに違いない。そんな期待に満ちていた。しかし、現実は全く違っていた。また日本人が黙り込んでるよ。教室の後ろから聞こえてくる嘲笑の声。桜は手に持ったペンを強く握りしめる。授業が始まって3週間。桜は一度も発言していなかった。いや、正確には発言しようとするたびに遮られ、笑われ、最後には無視されるようになっていた。おい、アジア人の女、英語理解できるのか？クラスの中心にいる金髪の男子学生、ジェイクが振り返っていった。クラスメートたちがクスクスと笑う。桜は何も答えない。それが、この教室で生き抜くための唯一の術だった。なんだよ、反応しろよ。人形じゃないんだから。ジェイクが肩をすくめる。ほら、コーラだ、飲めよ。日本にはないだろ。そう言うと、ジェイクはわざとよろけて、桜の頭にコーラをぶっかけた。あ、悪い悪い。クラスメートたちはゲラゲラ笑っている。桜の指先がかすかに震えていた。しかし、それは屈辱からではない。桜は静かにノートに向かっていた。そのノートには英語でびっしりと文字が書かれている。しかし、それは授業の内容ではなかった。マーケティング戦略における文化的適応の重要性、アジア市場進出時の失敗事例分析、グローバル企業の多様性管理。桜は毎晩、図書館にこもり研究を続けていた。彼女が専攻していたのは、国際ビジネスマーケティング。そして今週のプレゼンテーション課題は文化の壁を越えるマーケティング戦略だった。その夜、午後11時を過ぎた図書館、蛍光灯の明かりが机上の資料を照らす中、桜は一人膨大な文献と向き合っていた。パソコンの画面には50以上のタブが開かれ、ハーバードビジネスレビューのアーカイブから国際企業の失敗事例まで様々な資料が表示されている。すみません、隣の席、空いてますか？突然、流暢な英語で声をかけられた。振り向くと、同じアジア系の女性が立っている。彼女は、桜よりもやや背が高く、自信に満ちた表情をしていた。私はキムリナです。ソウル大学からの留学生で、国際経営学を専攻しています。あなたもよく夜遅くまでいらっしゃいますよね。桜は驚いた。3ヶ月間、誰からもまともに話しかけられていなかったのだ。田中さくらです。日本から来ました。リナが席に座り、しばらく無言で勉強を続けた。しかし、コーヒーブレイクの時に口を開いた。実は私も、最初の頃はとても苦労しました。韓国人は、感情的すぎる、論理的な議論ができないって、散々言われて、でも、それは私たちの表現方法が違うだけなんですよね。桜の手が止まった。同じ経験をしている人がいる。私は、日本人は主張しない、意見を持たないって言われ続けています。でも、違います。私たちにも、深い考えがあるんです。リナの目が輝いた。そう。私たちは、慎重に考えてから話すんです。それなのに、アジア系は無能だと決めつけられる。その夜から、二人は毎晩一緒に図書館で過ごすようになった。リナは、桜の研究に興味を示し、韓国企業の海外進出事例を提供してくれた。桜もまた、リナの視点から、新たなインスピレーションを得た。桜、あなたの研究テーマは素晴らしいです。文化の違いを弱点ではなく、強みとして捉える視点。これは、革命的な発想です。プレゼンテーション前日の深夜2時、桜は自室のデスクで最後の仕上げに取り掛かっていた。完璧に準備された52ページのスライド、3ヶ月間かけて集めた独自データ、
50社へのアンケート結果分析、すべてが彼女のパソコンに保存されている。画面には最終スライドが表示されていた。Diversity is not a burden to be managed, but a treasure to be cultivated. 多様性は管理すべき負担ではなく、育むべき宝である。桜は満足げに微笑み、保存ボタンを押した。その瞬間、ピッと小さな音がして、画面が一瞬ちらついた。そして真っ暗になった。何度電源ボタンを押しても反応しない。充電器を差し直しても沈黙したまま。桜の顔から血の気が引いた。明日のプレゼンテーションは、午前10時、もう深夜2時半を過ぎている。手が震える。心臓の鼓動が耳元で響く。3ヶ月間の努力がすべて消えてしまったのか。パニックになりそうな瞬間、桜は深呼吸した。日本で学んだ禅の教えを思い出す。冷静に、必ず解決策はある。急いで服を着替え、図書館のヘルプデスクに駆け込んだ。24時間開放されている技術サポートには夜勤のスタッフがいる。ハードディスクは生きているようですね。データ復旧ソフトウェアを使ってみましょう。技術スタッフのトムが冷静に状況を確認する。午前4時まで復旧作業が続いた。桜は祈るような思いで画面を見つめ続ける。そして奇跡が起きた。クラウドストレージに自動同期されていた最新バックアップが発見されたのだ。あった。神様、ありがとうございます。しかし、残された時間はわずか6時間。桜は最後の力を振り絞って、プレゼンテーションの最終確認とセリフ練習に取り掛かった。一睡もしていない目は血走っていたが、心の中は闘志で燃えていた。プレゼンテーション当日の朝8時30分。桜は教室に向かう途中の廊下で、いつものようにジェイクと鉢合わせた。へい、今日は君の番だったっけ？大丈夫か？準備はできてるのか？ジェイクの口調にはいつものように嘲笑が含まれている。しかし、今日の桜は違った。桜は立ち止まり、ジェイクをまっすぐ見つめた。ジェイクさん。桜が初めて彼の名前を呼んだ。ジェイクが驚いて足を止める。廊下を行き交う他の学生たちも何事かと振り返る。私も人間です。感情があります。夢があります。あなたの言葉が私をどれだけ傷つけているか、一度でも考えたことはありますか？桜の声は静かだったが、確固とした強さがあった。ジェイクの表情が変わった。私は今日、あなたに証明します。静かだからといって何も考えていないわけではない。準備していないわけではない。私たちの文化では話すべき時を見極める知恵があるのです。教室の前に立つ他の学生たちがこの異例の対峙に注目していた。いつも黙っていた日本人の女子学生が堂々と自分の意見を述べている。ジェイクは返す言葉を失った。今まで反応しない人形だと思っていた相手からこんなにも力強い言葉が出るとは予想していなかった。今日の10時、お楽しみに。桜はそう言って、教室に向かった。背筋はまっすぐ伸び、歩く姿には、今まで見せたことのない自信が満ちていた。その前の週のこと。桜は寮の部屋で一人夕食をとっていた。小さなコンロで味噌汁を作り、日本から持参したお箸で静かに食べている。湯気が立ち上る和の香りが小さな部屋を包んでいた。ドアが開き、アメリカ人のルームメイト、エミリーが帰ってきた。明るく快活な女性だが、桜に対してはいつも冷淡だった。また変な匂いがしてる。その汁物、毎日飲んでるけど、何なの？エミリーの言葉には明らかに不快感が込められている。桜は箸を止め、小さく微笑んだ。味噌汁です。日本の伝統的なスープです。体が温まって、心も落ち着くんです。心が落ち着く。ただのスープでしょ？エミリーは鼻で笑った。しかし、桜は立ち上がった。もう一つのお椀を取り出し、丁寧に味噌汁を注いで、エミリーに差し出した。もしよろしければ、一緒に飲みませんか？一人で飲むより、誰かと一緒の方が、ずっと美味しいんです。エミリーは戸惑った。これまで、桜がこんなに積極的に話しかけてきたことはなかった。私の国では、食事を分け合うことで、心を通わせます。言葉で理解できないことも、一緒に食べることで分かり合えることがあるんです。エミリーは、しぶしぶお椀を受け取り、一口飲んだ。その瞬間、表情が変わった。意外と、美味しい、温かいし、なんだかほっとする。でしょう？
私が疲れた時、寂しい時に、いつも母が作ってくれました。遠い国にいても、これを飲むと、家族を感じることができるんです。エミリーの目が優しくなった。初めて見る、本当の笑顔だった。桜、ごめんなさい。私、あなたのことを理解しようとしていなかった。あなたの国の文化、もっと教えてもらえる。その夜、二人は朝まで語り合った。文化の違い、それぞれの家族のこと、将来の夢について、桜にとって初めてアメリカで心を開ける友人ができた瞬間だった。私もあなたから学びたいことがたくさんあります。お互いの文化を尊重し合えたら、きっと素晴らしい友情が築けますね。なぜ多くの欧米企業がアジア進出に失敗するのか。それは文化を理解しようとせず、一方的な価値観を押し付けるからだ。桜の頭の中で仮説が組み立てられていく。彼女は日本で国際関係学を専攻し、卒業論文では文化的偏見がビジネスに与える影響を研究していた。ハーバードに来る前から彼女には確固たる専門知識があったのだ。しかし、それを発表する機会は与えられなかった。いや、与えられなかったのではない。彼女は戦略的に沈黙を選んでいたのだ。そして、ついにその日がやってきた。マイケルソン教授が教室に入ってくる。グレーの髪をきちんと分け、知的な雰囲気を漂わせる。50代の男性だった。おはようございます。今日は文化の壁を越えるマーケティング戦略について、皆さんのプレゼンテーションを聞かせていただきます。教室に緊張が走る。最初に手を挙げたのは案の定ジェイクだった。僕のプレゼンテーションはアメリカ式マーケティングのグローバル展開です。アメリカの優れたマーケティング手法を世界中に広めることで、より効率的なビジネス展開が可能になります。ジェイクは自信満々にパワーポイントを操作する。スライドにはアメリカンマーケティングエクセレンス、アメリカのマーケティングの卓越性、グローバルスタンダリゼーション、グローバル標準化といった単語が踊っている。特にアジア市場においては、彼らの古い慣習を変革し、より論理的なアメリカ式のアプローチを導入することが重要です。教室からは拍手が起こった。次々と学生たちが発表していく。フランス人のピエールはヨーロッパブランドの優位性を、イギリス人のエマは英語圏マーケティングの世界展開を論じた。どれも似たような内容だった。欧米の先進的手法を他の地域に適用するというアプローチばかり。桜は静かにメモを取り続けていた。そのメモには各発表の共通点が記されている。一方向的アプローチ、文化的配慮の欠如、現地への敬意の不足、そして残ったのは桜だけだった。田中さん、あなたの発表はありますか？マイケルソン教授が優しく声をかける。教室の空気が変わった。これまで一度も発言したことのない日本人学生がどんな発表をするのか、皆が興味深そうに見つめている。桜は立ち上がった。教室全体の視線が彼女に集まる。ジェイクはどうせ何も準備してないだろうという表情を浮かべている。はい、桜が小さく答える。私のプレゼンテーションタイトルは Why Western Marketing Fails in Asia, a Case Study of Cultural Blindness。なぜ欧米マーケティングはアジアで失敗するのか。文化的盲目の事例研究です。教室がざわめいた。ジェイクの顔が一瞬こわばる。彼の発表内容を真正面から批判するタイトルだった。桜はプロジェクターに向かい、USB メモリを差し込んだ。しかし、画面が点滅して乱れ始める。技術的な故障が発生したのだ。あら、機械の調子が悪いようですね。教授が眉を潜める。教室内に失笑が広がる。準備不足だったんじゃない？やっぱりダメだった。という声が薄笑いとともに聞こえる。しかし、桜は全く動じなかった。むしろ微笑んでいた。大丈夫です。これこそ今日のテーマにぴったりかもしれません。桜は教室の後方に向かい、白いチョークを手に取った。そして黒板に向かって歩いた。技術に頼らず、心と心で直接伝える。これこそが真のコミュニケーションです。教室の空気が一変した。桜の落ち着いた対応と予想外の行動に全員が注目している。黒板に美しい文字でタイトルが書かれていく。書道で培った技術が英語の文字にも活かされている。Why Western Marketing Fails in Asia, a Case Study of Cultural Blindness。西洋のマーケティングがアジアで失敗する理由。
文化的盲目性のケーススタディ。そして桜が振り返り、プレゼンを始める。その目には今まで見たことのない輝きがあった。2018年、ドルチェ&ガッバーナは中国でのファッションショーをキャンセルする事態に追い込まれました。理由は中国人モデルがコミカルに箸でピザを食べるという中国の文化を侮辱する広告動画を制作したからです。桜は黒板に企業名と年度、損失額を書いていく。すべてが頭の中に完璧に記憶されている。2018年、H&M は南アフリカでクーリストモンキー・イン・ザ・ジャングル、ジャングルで一番かっこいい猿と書かれたパーカーを黒人の少年に着せた広告で激しい批判を受けました。店舗破壊、不買運動、株価下落。ある調査では問題発生後の3ヶ月間で営業利益が 62% 減少、純利益が前期比で 21.8% 減少し、この問題に関連して43億ドル、約6440億円。現在のレートで換算の損失があったとされています。次々と事例が示される。数字、企業名、具体的な被害額、すべてが正確で検証可能なデータだった。ジェイクの顔がみるみる赤くなっていく。彼の発表内容がまさに桜が批判している一方的な価値観の押し付けそのものだったからだ。これらの失敗に共通するのは、企業が自分たちの価値観こそ正しいと思い込み、現地の文化や感情を理解しようとしなかったことです。文化を変革すべき対象とみなし、教育すべき相手として扱ったのです。桜はまるで何本もの腕を持つ千手観音のごとく黒板いっぱいに素早く図表を描いていく。文化的盲目の構造、失敗のパターン分析、成功企業との比較、すべてが視覚的にわかりやすく表現される。文化の壁を越えるマーケティングに必要なのは支配ではなく理解です。征服ではなく強制です。教室が水を打ったように静まり返った。私は50社の多国籍企業にアンケート調査を実施し、アジア進出の成功要因を分析しました。その結果、現地スタッフの意見を尊重し、文化的差異を価値として認める企業ほど売上成長率が高いことが判明しました。黒板に複雑なグラフが描かれる。横軸に文化理解度、縦軸に売上成長率、明確な正の相関関係を示すデータだった。例えばマクドナルドはインドではベジタリアン向けメニューを開発し、中国では旧正月を祝うキャンペーンを展開しています。これは現地に適応したのではなく、現地を尊重したのです。桜の声に力がこもってきた。3ヶ月間の沈黙が、この瞬間のために蓄積されていたエネルギーとなって放出される。真のグローバルマーケティングとは、多様性を脅威ではなく強みと捉え、異なる文化を統合して、新しい価値を創造することです。最後に、黒板の中央に大きくメッセージが書かれた。Diversity is not a burden to be managed, but a treasure to be cultivated. 多様性は管理すべき負担ではなく、育むべき宝である。プレゼンテーションが終わった瞬間、教室に静寂が流れた。そして次々と手が挙がった。田中さん、あなたの調査サンプル数50社で、統計的に優位な結果と言えるのですか？ドイツ人学生のハンスが、鋭い質問を投げかける。50社のサンプルで 95% 信頼区間において統計的優位性を確認しました。具体的な T 値は 2.47、P 値は 0.03 です。桜は黒板に統計計算式を書いて完璧に答えた。数学的な裏付けも完璧だった。でもアジアと一括りにするのは問題じゃありませんか？中国と日本、韓国では全然違うでしょう？フランス人のピエールが続ける。その通りです。だからこそ、私は国別、地域別の詳細分析も行いました。桜は、さらに詳細なデータを黒板に描く。国別の成功率、地域特性、文化的類似性による分類、すべてが科学的に検証されている。中国市場では関係性重視、日本市場では品質重視、東南アジア市場では価格競争力が重要。しかし、すべてに共通するのは現地文化への敬意です。質問は止まらない。君の理論は理想論すぎませんか？実際のビジネスでは利益が最優先でしょう？ジェイクが反撃に出る。利益を最大化するためにこそ文化理解が必要なんです。桜が黒板に新しいグラフを描く。文化的大企業の平均利益率 27%、非適大企業 13%、長期的には文化を理解する企業の方が2倍以上の利益を上げています。
さらに、ブランド価値の向上、顧客ロイヤルティの増加、口コミ効果の拡大、文化理解は単なる社会貢献ではなく、優れたビジネス戦略なのです。教室がどよめいた、完璧すぎる回答に反論する者はいなくなった。質疑応答が終わると、マイケルソン教授が立ち上がった。素晴らしい、教授の声が教室に響く。これこそが本当の学術的研究です。田中さん、あなたは3ヶ月間、なぜ発言しなかったのですか？桜は微笑んだ。私は観察していました。クラスメートの発言パターン、議論の流れ、そして無意識の偏見を、それらすべてが今日の発表の貴重なデータとなりました。3ヶ月間の沈黙は、実は研究期間だったのです。皆さんの発言から、欧米中心主義の構造を分析し、それに対する代案を準備していました。教授の目が輝いた。参与観察による民族史的研究手法ですね。素晴らしいアプローチです。そして教授が拍手を始めた。その音が教室に響く。次第に他の学生たちも拍手し始めた。最初は遠慮がちに、そしてだんだんと大きく。リナは涙ぐんでいる。エミリーも力強く手を叩いている。ジェイクは複雑な表情を浮かべていたが、やがて立ち上がって拍手した。そして発言を求め、手を挙げる。田中さんの発表を聞いて、私は深く反省しました。僕は無意識に自分の文化こそ優れていると思い込んでいました。あなたや他の文化を見下していました。本当にすみませんでした。いいえ、こちらこそありがとうございました。アメリカと日本におけるマックのコーラの量がなぜこんなにも違うのか。コーラと味噌汁のカロリーの違い、アメリカの肥満率は日本の約10倍と非常に高いということについても研究できましたし、教室から大きな拍手が起こった。田中さんの研究は来月のハーバードビジネスレビューに推薦したいと思います。これは素晴らしい学術貢献です。マイケルソン教授が発表した。桜の目に涙が浮かんだ。3ヶ月間耐え続けた辛い日々が、この瞬間に報われた。授業後、何人もの学生が桜に話しかけてきた。君の研究、本当にすごかったよ。今度一緒にプロジェクトやらない？私、マーケティングを専攻してるんだけど、君からもっと学びたい。実は僕も、最初は君のことを誤解してたんだ。本当にごめん。ジェイクも、桜のもとにやってきた。ごめん、桜。君にはひどいことをした。桜は言う。Water off a duck's back. 日本のことわざでは、カエルの面に水。その意味は、桜の頭にコーラ。私は全く平気よ。ありがとう。桜、君の発表を聞いて、僕は自分の考えが間違っていたことに気づいた。君から学ばせてもらえないか？異文化理解について、もっと深く研究したいんだ。桜は微笑んで答えた。もちろんです。でも、私も皆さんから学びたいことがたくさんあります。なぜ日本では、カエルに水で、英語では、ダックに水なのか、とかね。一緒に成長していきましょう。学期末が近づいたある日の夕方、桜が図書館から寮に戻ると、部屋の電気がついていた。不思議に思ってドアを開けると、サプライズ、クラスメート全員が、桜の部屋に集まっていた。テーブルには手作りケーキと大きな寄せ書きが置かれている。Thank you, Sakura. You changed our perspective. 桜、ありがとう。あなたが私たちの視野を変えてくれました。You taught us that diversity is strength. 多様性こそが強さだと教えてくれました。You showed us the power of quiet wisdom. 静かな知恵の力を示してくれました。We will miss you so much. すごく寂しくなります。一人一人からの心のこもったメッセージが書かれた寄せ書きを読んで、桜は涙を流した。ジェイクが前に出る。桜、君は僕たちに大切なことを教えてくれた。文化の違いは障壁じゃなく、宝物だって、異なる視点こそが新しい発見をもたらすんだって、君がいなくなったら、このクラスはきっと前より貧しくなる。エミリーも涙声で言う。桜、あなたは私の最高のルームメイトよ。あなたが教えてくれた心を開く勇気は絶対忘れない。そして味噌汁の作り方も。ジェイク、あなたもコーラやめて、味噌汁にしなさい。ジェイクは引きつり笑いを浮かべる。リナが抱きしめてくれた。私たち、距離は離れても、心はずっとつながってるから、お互いの国で、あなたが始めた。
文化の架け橋を築き続けましょう。マイケルソン教授も現れた。田中さん、あなたの研究はすでに学会で話題になっています。多くの大学が講演を依頼したがっています。その夜、みんなで夜遅くまで語り合った思い出話、将来の夢、そして必ず再会することの約束。皆さん、本当にありがとうございます。この3ヶ月間は私の人生で最も貴重な時間でした。皆さんと出会えて本当の友情を築けて心から感謝しています。エピローグ、未来への架け橋。それから1ヶ月後、桜の論文は実際にハーバードビジネスレビューに掲載された。タイトルは Building Bridges Across Cultures: A New Paradigm for Global Marketing。文化の架け橋、グローバルマーケティングの新パラダイム。この論文は世界中の大学とビジネススクールで教材として使われ、多くの多国籍企業が文化理解研修を導入するきっかけとなった。桜は今、日本で国際コンサルティング会社を設立し、企業の海外展開支援を行っている。クライアントにはかつて失敗した欧米企業も多く含まれている。ジェイクは今、桜の研究パートナーとして異文化理解の重要性を広める活動に取り組んでいる。アメリカでカルチュラルインテリジェンスインスティチュートを設立し、桜と共同で研究を続けている。君に教えてもらったんだ。ジェイクが言った。多様性こそが強さだって。そして本当の知恵は静寂の中から生まれるってことも。禅の精神と味噌汁愛だね。リナは韓国で政府の文化政策アドバイザーとなり、東アジアの文化交流促進に努めている。エミリーは NGO で異文化理解教育に携わっている。彼らは今でも定期的にオンラインで集まり、世界各地の文化理解促進プロジェクトについて議論している。桜のあの日の発表がまさに世界を変える第一歩となったのだ。教室の片隅で静かに座っていた日本人の少女は、言葉ではなく行動で世界を少しずつ変えた。時には沈黙こそが最も雄弁な発言になることを証明し、真の強さとは大声で主張することではなく、深く理解し、心を開くことだと示したのだ。終わりに、アジア人が何を偉そうに、黙って聞いてろよ。この物語は、そんな言葉から始まりました。しかし、最後に響いたのは、温かい拍手と友情の言葉、そして世界中に広がる文化理解の輪でした。桜の物語が教えてくれるのは、違いは恐れるものではなく、祝福するものだということ。そして、真の強さとは、相手を打ち負かすことではなく、相手の心を開くことだということです。一人の勇気が教室を変え、大学を変え、やがて世界を変える。それが本当の無言の逆転だったのです。少しだけ現実の話をさせてください。2020年から2021年にコロナ期間で急増したアジア系への憎悪や差別の報告は1万件を超え、生活実感ベースの全米調査では黒人系の約 75% に次ぎ、アジア系 58% が差別経験ありと回答しています。けれど、この物語が伝えたかったのは、差別の実情だけでなく、逆境を変えられる力を誰もが持っているということ、みんなが秘めているということ、言い返せない夜も準備し、学び、つながることで、教室は変わりました。人は変わりました。でも、なかなか自分一人では動き出せないものです。もしあなたが目撃者になったら、見て見ぬふりをしないで、声をかける、支える、叱るべき窓口へ報告してあげてください。桜の一歩が教室を変えたように、あなたの一歩が誰かの明日を守ります。Be the Bridge。この動画が小さな勇気と深い理解を広げる架け橋になりますように。いかがでしたか？これからも心に響くお話をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。あなたの人生がより素晴らしいものになりますように。目の前のあの人を幸せにするあなたの小さな奇跡、それこそがやがてみんなを幸せにする偉大なる奇跡の最初の一歩となることを願っています。